はい、どうも、金ちゃんです。イエイ。前回は、黒龍マサの方が、怖い話をしたので、今回は金ちゃんの方が怖い話をいたします。皆さんに喜んでいただけるように頑張って話しますので、ぜひ聞いてください。イエイ。まず私が小さい頃に体験した話なんですけれど、小さい頃私が2歳ぐらいかなの時に、昔は結構オカルト番組っていうのがテレビの方で、放送してたんですけれども、その時に、祈祷師の人がテレビに出ていて、で、これから、パワーを送ります。でそのパワーを送って、そのパワーを受け取って、何かしら症状が現れるようであれば、その人は、不思議な力の持ち主の証ですということで、テレビの方をやってたんですね。で私は子供ながらにボケーっとテレビの方を見ていた時に、その祈祷師さんがテレビのブラウン管の向こうで、なんでお経っていうのかな、そういうのを言っているのをぼーっと見ていた時に、うちの父の方が私に近寄ってきて、こう体を見たんですよ。そしたら体中から金粉が現れたんですよ。まずは手のひら開けてみたら、手の中がもうキラ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 している。で、それを一応親にも見せて、でお父さんの方が、うちの父の方がもう服とかをこうガッて開いた時に、体中からその金粉が出ていて、慌ててそのテレビ局に電話をして報告をしたということが昔あったんですね。で、病気でもないし、その力を受け取って、その子は、すごい力を持ってる子なんですよっていうことで、電話で説明されて、一応電話を切って、その騒ぎはその日のうちに収まったんですけれど、その時がきっかけなのかわからないんですが、私はその後多くのいろんな人ではないものを見るようなことが多々あるようになったので、それの話をしていきます。一番最初、人じゃないものだなっていうことを認識したことが、ある出来事があったんですね。で子供の頃、親と一緒に寝てたんですけれど、夜中にふと目が覚めてトイレに行きたくなったんですよ。で、トイレ行きたいな、でも夜だし怖いなって思って、お父さんとお母さんに声をかけるんですね。ね、お父さんお母さん、私トイレ行きたいから一緒についてきてって言っても起きないんです、親が。何度ゆすっても起きないんです。もう漏れると思って、仕方ない、怖いけれどもと、その寝室から出て、すぐトイレは廊下渡ったところにすぐあるんですよ。で、トイレ行こうと思って行った時に、ふと、私今2階で寝てたんですけれど、階段の下が気になったんですよ。なんでか階段の下に誰かがいるような気がしたと思って、その階段を覗き込みに行ってしまったんです。そしたらいたんです。闇の中にいる闇が。まず壁に寄りかかってこういう風にしている黒い影が一人で、もう一人後から壁から人が出てきたんです。しかも目が金色だったんです。でその人はトトトトトってもう一人、壁に寄っかかってる人のところにスーッと近づいていって、
人がいるんだって私も思った時に、あ、でもトイレに行かなきゃと思って、そのまま急いでトイレに行って用を足して、もう一回階段の下を覗いたんです。でもその2人はいませんでした。で、布団の中に不思議なことがあるもんだなと思って布団の中に戻って、両親の中にもぞもぞっと入って、その日はまた眠ったんです。で、朝起きて一応親には言ったんです。こういうことがあってトイレに起きたんだけれど、お父さんもお母さんも起きてくれなかったんだよって言ったら、あ、そうなの、全然気がつかなかったっていう風な感じで、親は全然もう、あ、そうっていう感じで流してたんですね。で、次の日また夜中にふと目を覚めて、あ、トイレ行きたいな、でも昨日のことがあるからなと思ったんで、お父さんとお母さんに「ねえ起きて、もうトイレ行きたいの、一緒に来て」ってやっぱり言うんですけれど、起きないんです。意を決して、トイレにもう行くしかない、漏らしちゃうよりはマシって思って、また真っ暗な廊下を行って、トイレに入ろうと思ったんだけど、どうしても階段の下が気になってしょうがなかった。何かいるかな、でも昨日いたけれど今日はいないかもしれないから覗いてみようって階段の覗きに行ったんです。で、こう子供だからこう覗いた時には誰もいないけれど、しゃがんで見てたんですね。そしたらあの黒い影が来たんです。で、私は階段のてっぺんから見下ろす感じで見ていたのに、相手が気がついて私の方をスッと向いて、そのままスーって階段を上がってきたんです。で、私は上がってくるって思ったんだけれど、体が動かなかった。体が動かないでずっと待ってると、その顔はズン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 近づいて、ちょうど私の顔の正面でふって消えたんです。今でも忘れないあの黄色の目。階段をまるでエスカレーター上がってくるようにスーッと上がってきて、で、私はもうあまりの怖さに叫んで、お父さんとお母さんが寝ているところにドーンってダイブして「いたの、今いたの、誰かいたの、私じゃない人がいたの、誰かいたの、階段のところに早く見てきて」っていうふうにお父さんとお母さんに泣き叫んだ時に、お父さんとお母さんは急いで起き上がって、お父さんは階段のところへ、お母さんは私を抱きしめて「大丈夫大丈夫」っていうふうに言って見に行ったんですけど、誰もいなかったんです。それがきっかけで、その後いろんな体験をするような形になりました。私はその経験から夜一人で寝ることと夜目覚めることが本当に怖くなったんですね。で、一応うちの母とかあとおばあちゃんに話をしたら、それはね、特別な力だからしょうがないんだよ、でも誰にも言っちゃダメだよっていつも言われていました。で、どうしても寝る時にお守りが欲しいと思って、近くの神社のお守りを、腹巻きを私小さい頃していたんですけど、その時に、お守り様に守ってもらえますように、今日もゆっくり眠れますようにということで、お守りを腹巻きの中に入れて、で、うちは観音様の置物があったので、観音様にもいつも今日はゆっくり寝られますように、誰も来ませんようにっていうことでお願いをして眠るようになりました。そこで大きくなってだいたい小学校に上がるくらいですね。で、兄と私で眠るようになったんです。で、兄はすやすや寝てて、私も寝てるんですけど、パッて目が覚める時があるんです。そうすると、引きドアっていうのかな、うちのドア、私たちの部屋の子供部屋の引きドアがこう閉まってたはずなのに、目をパッて開けると開いてるんですよ。これぐらいの隙間が、ちょうど人の顔が見えるぐらいの隙間が空いてるんですね。その隙間が布団をこうかぶってても、はっって目が覚めた時、その隙間が見えるんですよ。
そうするとそこの隙間に上から生首ですね、ポトンって落ちて、ずっとその生首がトンって落ちたら、その生首がずっと私を見てるんです。で私はもう怖いと思って布団をガーッとかぶってしまうんですけれども、やっぱり子供なんでしょうね。こう覗いたりすると扉は閉まってるんです。そんなことを繰り返して、私はいろんな幽霊や怖い話、あと守ってもらうために神様にどういうふうなお願いをするのかということをたくさん学んでいったので、今後はまたその話をさせていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。